皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。数式モデリングにおいて微分値の計算はなくてはならないものです。私は先に有限差分式を使う数値微分法についてお話ししました。しかしその後刻み幅について再検討した結果、微分値がより高精度で得られる最適な刻み幅の推算法を見出しました。そこで今回はこの改良した高精度微分値の計算法についてお話しします。微分値の計算は方程式の根を求めるニュートン・ラプソン法、ネットワークシステムの感度計算などさまざまな状況で必要になります。この時使用する微分値は計算結果の信頼性を高くするため高精度であるべきです。現在はいくつかのソフトウェアにおいて記号微分による微分値計算が可能になっています。本法では与えられた関数の微分式を記号操作により解析的に導きます。そして導出した式へ微分点の数値を代入して微分値を正確に求めます。しかしこれらのソフトウェアは肥大であるため、独自にコンパクトなソフトウェアを開発する場合、数値的に微分値を計算する方が得策であると思います。ただしこれにはその計算法の計算精度が十分高いことが前提となります。有限差分式を使用する微分値計算法は最も基本的な方法です。これは計算式の理解が容易なため、古くから多くの研究者により用いられてきました。有限差分式は前の動画第8章 8-7 で述べたテーラー級数の定時の項による近似が基本となっています。しかし本法では常に計算値の精度に注意を払わなければなりません。なぜならば理論的に考えて計算式には精度向上に限界があるからです。もちろん計算条件を適切に設定するならば通常悪くても3桁程度の精度の確保は可能です。よって1回の計算で微分値を計算するのであれば本法で十分満足できます。一方、微分値を何度も使用しながら複雑な計算を行う場合、最終的な計算値の信頼性に悩むことになります。この問題は個々の微分値を可能な限り高精度で求めることができれば回避できます。ずっと前の動画で述べたように、複層微分法によれば1回微分値を丸目誤差程度の精度、すなわち解析的な微分式を使う場合と同等の精度で計算することができます。しかし本法を使うためには C++ のプログラミングに習熟していなければなりません。一方、有限差分式を用いる数値微分法では簡単にプログラミングすることができます。前述のように本法における精度向上は理論的な制約を受けることが明らかですが、この他にもう一つの制約を受けるものがあります。それは信頼性の高い最適な刻み幅の推定法がないことです。もしこれを簡単に推定できれば、本法は多くの人が利用するようになると考えられます。そこで以下では私が過去に行った研究で提案した最適な刻み幅推定法の改良版についてお話しします。この方法の理解には中心差分公式の知識が必要です。詳細は第8章 8-4 の動画を参照してください。今、目的の微分点 x0 の前後の点において関数 f(x) をテーラー展開すると1式2式のようになります。ここで i は順番を表す添え字であることに注意してください。複層微分法の説明で複素数の虚数単位にも i を使いました。これとは異なるので混同しないでください。ここで中心差分式を用いるのは本式の方が同じ数の関数値を使うにもかかわらず、全心差分式および交代差分式よりも打切誤差を小さくすることができるからです。これは
計算値の精度向上に寄与します。1式から2式の差を3式で表します。これは4式を与えます。4式中の右辺第2項に3回微分項があります。これは1回微分の有限差分式では無視されます。よって本式の誤差は刻み幅の3乗程度の値であることがわかります。4式を行列で表すと5式のようになります。5式を6式のように変形します。ここで関数値 y1 から yn の値は基地なので、次数 i と刻み幅 h を与えれば i 回微分値を計算することができます。ここでは1回微分値の計算のみを考えます。これは7式により求めることができます。例えば n イコール1の時8式となります。また n イコール4の時9式となります。これらの式は4式を 2h で割ったものなので、結局これらを使った1回微分値の計算誤差は h2 乗のオーダーとなります。ここで係数 aij には次の表の値を使います。有限差分式を使う微分法において微分値の計算誤差を小さくするには h に対して適切な値の選択が重要となります。そこでこの値を簡単に推定する方法について考えましょう。相対誤差と刻み幅の関係を調べてみることにします。最初の例は指数関数です。図1に有限差分式を使い n を様々に変えて計算した x0 イコール 0.94 における指数関数の微分値の相対誤差の絶対値イプシロンと刻み幅 h の関係を示します。イプシロンは n の大きさにかかわらず h の増加とともに最初は同じ線上を減少します。このイプシロンの減少は丸め誤差の変化を表しています。その後はイプシロンは n が小さいほど h のより大きな値でこの線上から離脱し、今度は増加し始めます。このイプシロンの増加は打ち切り誤差の変化を表しています。n イコール1の時のイプシロンが最も小さくなる h、すなわち h の最適値 h オプトは10のマイナス5乗付近にありますね。この時のイプシロンは10のマイナス12乗程度です。よって n イコール1の式を用いる場合、微分値は最大12桁程度の精度で得られることがわかります。言い換えれば、これは n イコール1とするとき、微分値を12桁以上の精度で求めることができないことを意味します。n イコール4の計算線では h オプトは10のマイナス2乗付近にあります。この時のイプシロンは10のマイナス15乗程度です。よって n イコール4の式を用いる場合、うまくいけば微分値が最大15桁程度の高精度で求められることがわかります。次の例は sinx です。図2に同様に計算した関数 sinx の x0 イコール 0.3π におけるイプシロンと h の関係を示します。前の例と同様にイプシロンは n の大きさにかかわらず h の増加とともに最初は同じ直線上を減少します。そして n が小さいほど h のより大きな値でこの線上から離脱し増加し始めます。n イコール1の時、また n イコール4の時の h オプトの値から本関数でも指数関数の場合と同じような精度で微分値が得られることがわかります。図3に同様に計算した関数 x3 乗の x0 イコールマイナス 2.0 におけるイプシロンと h の関係を示します。
同様に ε は n の大きさにかかわらず h の増加とともに最初は同じ直線上を減少します。しかしながら今回は前の2つの関数の結果と異なり、打ち切り誤差の増加が n=1 の時だけしか現れていません。これは中心差分式の打ち切り誤差が3回微分項のオーダーであることによると考えられます。以上の計算結果の考察から、まず丸目誤差に対する ε と h の関係を10式で表します。本式は有効数字15から16桁の倍精度計算を前提にして構成されています。次に打ち切り誤差に対する ε と h の関係を11式で表します。本式には厳密には3回微分の項を含めなければなりません。しかしこの項を数値計算で求めるのは容易でないため、ここでは必要最小限の式にしています。10式中の右辺の乗数10のマイナス16乗についてですが、この他の乗数の使用が考えられます。そこでこのことについて検討しました。図4は図1から3に10式の右辺の乗数を10のマイナス15乗、10のマイナス16乗、10のマイナス17乗に変えて計算した線を挿入したものです。関数ごとに丸目誤差の変化を表す ε の減少に適合する計算線が異なるようです。しかしここではこのことは気にせずに一律に10のマイナス16乗を使うことにしました。図5は10式と11式を使い n を1から7まで変えて計算した ε と h の関係を示します。計算線は図1から3の計算結果とよく似ています。実線と破線の交点における h が各 n に対する h オプトとなります。そこで10式と11式を組み合わせると最適な刻み幅 h オプトの式は12式で与えられます。いかがでしょうか。とても簡単な式ですね。ただし12式には3回微分の項が含まれていません。よってここで提案した最適な刻み幅の推算法が役に立つかどうかは計算結果により明らかにする必要があります。これについては数値計算プログラムの説明動画で議論します。最後に有限差分式の項数について考えましょう。有限差分式では最適な刻み幅を用いれば n=1 の時でも少なくとも3桁の精度を持つ微分値が期待されます。しかし何度も微分値を使って計算する場合、最終的な計算値の精度が心配になります。この場合 n を増やすことになります。しかし例えば n=4 では微分点の両側で合計8個の関数値の計算が必要です。これは大規模計算において全体の計算時間を長くします。よって n の選択には精度と計算時間の考慮が必要となります。本動画で提案した方法によれば刻み幅を簡単に推算することができます。この刻み幅を使った微分値の計算は広い範囲の x の値に対して有効です。n=4 にすると満足できる精度で微分値を求めることができます。これにより有限差分式を使う微分値計算法が多くの人にとって満足できるものになったのではないかと思います。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画までごきげんよう。